こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は東京都が毎年行っておりますスキルアップ支援事業について解説をしていきたいと思います。今回、令和8年度版がもうすでに令和7年度中に公表されましたので、その概要を解説していきたいと思います。最近、人材研修育成というところに力を入れている企業が多いかと思いますが、東京都もですね、スキルアップ支援事業としていくつか助成金を設けております。今回は事業外スキルアップ助成金をクローズアップをして解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、東京都が行っているスキルアップ支援事業、全部で3つの助成金がありますが、その概要について見ていきたいと思います。令和8年度のパンフレットすでに公表されておりますけれど、今回はかなりリニューアルをされて、刺激的な強烈なインパクトのあるパンフレットとなっております。そして最近ですね、人材育成というところに力を入れておりますけれど、では中小企業も含めて各社、教育研修にどのくらい費用をかけているのかというのを見ていきたいと思います。その上で今回東京都が公表しましたスキルアップ支援事業のうちの事業外スキルアップ助成金について概要、申請要件、対象となる訓練、そして助成金申請にあたっての注意点などを見ていった上で、スキルアップ支援事業も含めて厚生労働省も人材育成系の助成金設けておりますので、それらの助成金のポイント、使い分けなどを見ていきたいと思います。まずは東京都が今回発表したスキルアップ支援事業の概要です。こちらは令和8年版のパンフレットになりますが、能力開発は最強の投資だという非常に強烈な訴求するキャッチフレーズでパンフレットを作っております。そしてこのスキルアップ支援事業全部で3つの助成金から構成されています。事業内スキルアップ助成金、事業外スキルアップ助成金、DX リスキリング助成金の3つになりますけれど、それぞれ動画で詳しく解説はしております。今回は事業外スキルアップ助成金について解説をしていきたいと思います。最近中小企業、多くの企業で研修というところに力を入れておりますが、では各社従業員1人当たりどのぐらい研修費を年間かけているのかという調査結果があります。直近2025年度においては従業員1人当たり36,036円という結果が出ております。前年調査の2024年では34,606円でしたので、1,430円さらに上昇しているという状況です。また、コロナ以降ですね、教育研修にかける費用というのは年々増加をしていて、4年連続の増加。そして今後も教育研修力を入れていくと回答している企業が6割ほどありますので、今後もこの従業員1人当たりの教育研修費用というのは増額されていくだろうと思われますが、ただですね、まだコロナ前の水準にまでは戻っていないという状況になっております。2024年、2025年調査結果を比べてみますと、従業員1人当たりの金額としては増えているんですが、その構成、内訳が少し変わってきています。大企業では従業員1人当たりの金額少し減っているんですが、中堅企業以下で従業員1人当たりの教育研修費用というのが増額をされているというのは顕著なところになってきます。今後ですね、大企業に追いつくような形で中堅・中小企業も教育研修に力を入れていく勢いかなというふうに思っております。そして、この教育研修ではどのような研修を行っているのかですけれど、多くの企業では新入社員教育、そして中堅社員教育、選抜型幹部候補者教育、これらを主に行っている企業が多いようです。こういった人材育成に活用できる助成金として、東京都はスキルアップ支援事業というのを設けております。全部で3つの助成金から構成されていますが、事業内スキルアップ助成金、事業外スキルアップ助成金、DX リスキリング助成金。事業内スキルアップ助成金は賃金助成の助成金になってきますが、今回ご紹介をする事業外スキルアップ助成金は経費助成の助成金になってきます。
その他ですね、DX リスキリング助成金も経費助成ではありますけれど、DX に特化をしたものとなっております。今回ご紹介をする事業外スキルアップ助成金ですけれど、研修の目的に関しては職務のスキルアップのためということになっておりますが、この事業外スキルアップ助成金、事業内スキルアップ助成金と違うのは e ラーニングも対応しているというところになります。そして、上限ですけれど、こちらは事業内スキルアップ助成金と合わせて1社あたり1年度総額で150万円となっています。また、研修の時間に関しては3つの助成金すべてにおいて共通しますけれど、3時間以上、10時間未満という比較的短時間な研修を対象としているものになっております。ではですね、この事業外のスキルアップ助成金、どのような企業が申請ができるのかということですけれど、主な要件ですけれど、都内に本社または主たる事業所、支店や営業所がある中小企業または個人事業主となっております。この中小企業、個人事業主に該当すれば、他の要件を満たした場合には申請は可能なんですが、ただですね、この事業外スキルアップ助成金、企業規模によって助成率が変わってきますので、さらにですね、自社が中小企業か小規模企業かを判断をしておく必要があります。また、この助成金を受給するためにはですね、従業員が講習を受講するという形になりますので、委託者はダメということになります。また、研修時間は3時間以上、10時間未満というのが必須になりますので、10時間以上の研修は、このスキルアップ支援助成金というのは使えないという形になります。では、この事業外スキルアップ助成金の対象となる訓練、どのようなものかと言いますと、要項、条件がいくつかありますけれど、一部重要なものを抜粋をしてご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、その研修自体が専門的な技能、知識の習得向上、または専門的な資格の取得を目的とする研修であることとなっておりますので、一般におけるような新入社員研修のビジネスマナー、教養、コミュニケーションといった研修は対象外となります。また、こちらは経費助成の助成金ではありますけれど、やはりですね、業務とは区別をしていただく形の FGAT の研修であって、研修そのものは労働時間内に行っていただいて所定の賃金を支払うことが必要となります。そして、研修の総研修時間につきましては3時間以上、10時間未満ということで、10時間以上の場合は厚生労働省が設けております人材開発支援助成金を活用する方が良いかと思います。そして、事業外スキルアップ助成金、申請する際に注意しなければいけないのは、研修実施期間がですね、証明書、受講証明を発行してくれるかどうかというところをですね、事前に確認をしておくことが必要となります。では、この事業外スキルアップ助成金の対象経費と助成額ですけれど、助成額につきましては、基本的に2分の1となりますが、ただ、小規模企業者に関しては、助成率が引き上げられておりまして、3分の2となっております。また、さらにですね、中小企業は助成率2分の1なんですが、ただ、非正規雇用労働者が受講者全体の2割以上を占める場合には特例として、助成率が引き上げられて3分の2という形になりますので、基本は2分の1、そして小規模企業者、もしくは非正規雇用労働者が2割以上受ける場合には3分の2に引き上げられるという形になります。そして対象経費ですけれど、直接的な講習費用のみならず、教科書代、教材費用、そして研修に付随する登録料や管理料なども対象になります。ただ、この研修、助成金申請するためには、計画申請がまず必要になりますので、研修開始前1ヶ月以上ですね、前に申請をしていただく。そして、実績報告、そして、計画申請につきましては、郵送、もしくは J グランツ対応という形になっております。では、この助成金のポイントと他の助成金との使い分けについて見ていきたいと思います。
この助成金につきましては、研修は自社のオリジナル研修は不可という形になりまして、外部が行っている不特定多数が参加可能なものでなければいけない。自社のオリジナルでやる場合は事業内スキルアップ助成金を活用してもらえればと思います。そしてですね、小規模企業者、そして非正規の多い会社につきましては、この事業外スキルアップ助成金、助成率引き上げになっておりますので、おすすめです。そしてですね、事業内スキルアップ助成金は、受講の最低人数が2名という形になりますので、小規模企業者はどうしても事業内スキルアップ助成金活用できないケースが出てきますので、その場合もですね、事業外スキルアップ助成金を使ってもらえればと思います。そして助成金の総額ですけれど、こちらは1社あたり150万円の上限になりますので、上限に達するまで何回でも申請が可能となっておりますが、こちらは事業内スキルアップ助成金と事業外スキルアップ助成金の合計になりますので注意が必要です。これらの助成金を使っていただいて、業務の効率化、生産性向上を図っていただきたいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。